こんにちは、福友です。Z Fold 8が絶賛盛り上がっている今日この頃ですが、皆さん、この子のことを忘れちゃってないでしょうか？私は今年も買いました。Z Flip 8。こちらがもともと使ってた Z Flip 7で、こっちが新しく買った Z Flip 8なんだけど、ぶっちゃけね、見た目があまりにも一緒すぎて、何回も購入してからも間違って手に取っちゃう瞬間があったぐらい、見た目はあんまり変わらないんですが、なかなか嬉しい進化ポイントもあったので、Z Flip 7と8を比較しながら、8の進化ポイントを紹介していきます。そして Z Flip 8と一緒に使いたい私のおすすめのアイテムや、あと使い方についても紹介していくので、ちょっと購入を迷っているよという方は参考にしてもらえたら嬉しいです。では、行ってみよう。まず一つ目の進化ポイントはカバー画面でアプリが使いやすくなりました。今までは GoodLock っていうアプリを使わないとカバー画面にアプリを追加することができなかったんだけど、今回から何も使わずに全てのアプリが追加できるようになりました。この辺はね、新製品発表でも言われてて気になってたところなんだけど、厳密にはマルチスターというアプリだけは入れておく必要があります。ただ、マルチスターさえ入れておけばカバー画面からそのままアプリを追加できるようになったので、ここは嬉しいポイントですね。今まではこんな感じでアプリを追加しようと思うたびに開かなきゃいけなかったんだけど、そのままサクサク追加できるようになったのは嬉しい進化です。で、私的に一番嬉しかったのが、カバー画面で開いたアプリの履歴を一覧で見れるようになったことなんですよね。これによってサクサクカバー画面でもアプリの切り替えができるようになったし、あとは通知とかもね、サクッと上から下ろせるようになったので、ほんとカバー画面の使いやすさが格段に上がったのがめっちゃ嬉しいポイントでした。続いて2つ目の進化ポイントは、薄く軽くなりました。ただね、私その辺の感覚がとっても鈍い人間なので、あまり感覚値としては気づけてないんだけど、一応ね 8g 軽くなってます。そしてより薄くもなっていて、閉じた時だとマイナス 0.6mm で、開いた時だとマイナス 0.4mm 薄くなってます。ただこうやって比較してみても薄くなったなという実感は正直薄い。とはいえ、もともとコンパクトだからね、このコンパクトさ、軽さっていうのが、この後紹介する私の使い方にはとっても重要になってくるので、紹介していきます。Z Fold 8がかなり盛り上がってる中、どうしてあえて Z Flip 8なのと言われることがたまにあるんですが、その理由がこれです。以前に動画でも紹介したんだけど、こちらの Boox Palma 2 Pro。この子と組み合わせたくて、もうスマホはとにかく小さい方がいいっていうのが、私のフリップの購入理由となっております。というのも、私は普段お家でね、在宅勤務で働いていることが多いので、あんまり外出することがないんですね。で、外出した先でも、特に電車だとかで使用するのは、スマホよりもこっちなんですよ。基本的には Palma 2 Pro でこうやって本を読んでいることが多くて、っていうのもね、やっぱりお仕事で一日中パソコンを見るんですよ。で、一日中パソコンを見て疲れた目には、この e インク端末が目に優しくて疲れなくていいんですよね。で、お仕事とか動画やアニメの視聴はこの大きいモニターでやるので、もうスマホはとにかく最小限コンパクトがいいっていうのが私の購入理由です。電車ではひたすらブークスで本や漫画を読んで、通知があったらフリップ8のカバー画面でチラッと確認したり、LINE の返信をサクッとしたりして、ポケットにしまってまた読書。これが最高。正直この使い方がハマる人はあんまりいないかもしれないんだけど、私にとってはこのコンパクトなスマホと e インク端末の組み合わせがめちゃめちゃ生活に馴染んでます。そんな私のマニアックな使い方を紹介してきたんだけど、Boox 以外にも Z Flip 8と一緒に使いたいおすすめのアイテムたちがあるので紹介していきます。まずはすでにつけてるんだけど、シュピゲンのガラスフィルムです。Z Flip 7の時に買ったものが余ってたからそのまま使ってみたんだけど、問題なくはめることができました。それぐらい見た目が変わってないってことなんだけどね。
続いて2つ目がこちらもシュピゲンのケースです。やっぱりね、Z Flip 8のコンパクトさを損なわないために薄さにこだわって選びました。シュピゲンのこのマグセーフ対応のケースはとにかく薄くてしっかりフィットしてくれます。ただカメラの部分を見てみると、こうやってカメラを囲うように盛り上がっていて、しっかりとカメラを保護してくれる作りになってます。もともと使ってた Z Flip 7がここ数ヶ月はもうほぼ裸で、後ろにスキンシールっていうのかなを貼ってるだけなんだけど、このコンパクトさに慣れすぎてしまったので、正直ケースをつけている期間そんなに長くならないかもしれないんだけど、初めのうちはね、ちゃんと端末保護するためにもケースをつけておこうと思います。で、このマグセーフのケースをつけることによっていろいろ利点もあるんですよ。まずはスタンドとの組み合わせが便利。こうやってマグセーフ対応の三脚にくっつけてあげれば撮影もしやすいし、その他にも閉じた状態でスタンドにくっつけても可愛いし、あとは何よりマグセーフの充電器でも充電できるようになったところはびっくりしました。ぜひフリップを使っている方は参考にしてみてください。そんなわけでいろいろ話してきたんだけど、Z Flip 8はスマホの存在感を抑えて、ポケットや小さなバッグにスルッと収めたいという人におすすめのスマホです。大きな画面のスマホが増えている中、真逆を行くスマホ。そういうのもいいと思いませんか？あとは本編では紹介しきらなかったんだけど、こういうテクマクマヤコンのようなスタイルにすると、スタンド不要でサクッと動画を見たりすることもできます。あとはね、とにかく自撮りがしやすくて、コンパクトに折りたたんだ状態でカメラを起動して、あとは手をパーにしてシャッターを切れば簡単に写真を撮ることができるので、結構集合写真撮るとき、私が撮るよっていう感じで呼びかけることが多いぐらい、めちゃめちゃ自撮りがしやすいっていうのも私の気に入ってるポイントです。正直 Z Flip 8が届いたとき、分かってはいたんだけど、見た目があまりにも変わってなさすぎて、正直買う意味あったかなって思ったんだけど、実際触ってみたらカバー画面が想像以上に使いやすくなっていたので、もうほんとそれだけでも買ってよかったなと思ってます。皆さんは今回の Galaxy の新製品購入しましたか？よかったらコメント欄で教えてください。では最後までご覧くださりありがとうございました。以上、福友でした。バイバーイ。